さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で天井を張ってきましたので、今回は土壁の上から漆喰を塗っていきます。それではやっていきます。今回はこの土壁の上から漆喰を塗っていきます。この辺りですね。作業手順としましては、まずこの一番上の上塗りを剥がして、でその中塗りの表面にシーラーを塗って、でその次アンダーコート、下地を作って、その上から漆喰をのせていきます。で今回はそのアンダーコートまでやっていきます。土壁のここ外れてるとこがあるんですけど、こういうとこの表面ですね、これを地道に剥がしていって、この中塗りを表に出すようにします。ようやくちょっと半分程度落とすことができました。中塗りの表面ですね。これが結構ザラザラしてて、手で触ると簡単にねパラパラ落ちる状態なんですけど、ちゃんと乗るのか心配になってきましたけどね、上塗りを全部剥がしていきます。今からシーラーを塗っていくんですけど、結構表面がザラザラとしてこう土が落ちるんですね。なんで霧吹きでシーラー塗っていきます。このアク止めシーラーをなぜ塗るかというと、築年数のある物件の壁とかはアクとか油とか、そういった汚れを含んでいる場合が多くて、で最後漆喰とかを上塗りした時にそれが思いっきり表面に出てくる、こう茶色い感じで滲んで出てきたりとかする場合があるので、それを防ぐためにこのアク止めシーラーを塗っていきます。よし、完了。これでシーラーが乾いたんですが、ちょっとね表面がカチッとなった感じがしますね。多少こうまだ土が落ちてるけど、少し表面がしっかりした様子です。最初にメッシュテープで補修します。
次にこのアンダーコートを塗っていきます。これなぜ塗るかというと、この仕上げ剤の精度のアップ、塗りやすくなるんですね。あとその吸着力が上がるっていうのと、仕上げ剤のあとシーラー同様ヤニ止めとアク止め、この効果があるので、これを下地に塗っていきます。それでは固めのパテで補修していきます。ここはねかなり損傷してるんですけど、ちょっとやってみます。それでは次は柔らかめに溶いていきます。で、標準加水量が、この 5kg に対して 3.5 リットルなんで約8割ぐらいなのかな。ただちょっと水をちょっとずつ加えながら様子を見ながら練っていきます。こういうインパクトドライバーとかにつけれるこういう攪拌機便利です。ドリルドライバーでしたこれ。
最後までご視聴ありがとうございます。これで漆喰の土壁からの下地調整が終わりました。途中シーラーを塗ろうと思ったんですけど、もうかなり土がねポロポロ落ちてたんで、どうやって塗ろうかと思いましたけど、霧吹きね結構いけるんじゃないかと思います。結構ねパチッと表面が硬くなって、アンダーコート非常に塗りやすくなりました。でいよいよ次はですね、漆喰を塗っていきます。こちら重い大和漆喰ですね。こういう本格的な漆喰は塗ったことがないので、とてもワクワクしてます。是非次も見てみてください。それでは。